皆様こんにちは、セリナです。今回は4月5日発売、ジルスチャートビューティーパステルペタルブラッシュ新色6色を全色レビューしていきます。どのアイテムもカラーのニュアンスが絶妙で質感も優秀なジルスチャートから新作のチークが登場ということで、今回は新色として発売された6色全色と専用のパフを購入してみました。それぞれのカラーを半眼筒にブラシ塗りとパフ塗りで仕上げてみて、発色や質感の違いなどをご紹介していきます。また、こちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーションアップ、アイシャドウの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた動画などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジルスチャートビューティーパステルペタルブラッシュ、きめ細かくフィットし透明感のあるボギーな仕上がり、ふんわりと血色感と明るさを宿すチークカラー、美しいグラデーションを生かし自然に頬の毛穴や凹凸を光でぼかしてフィルターをかけたような肌に仕上げます。6色全色ノンパールタイプ、クリスタルフローラルブーケの香り。01アプリコットデイジーはデイジーのように明るく元気な印象のアプリコット。02ベビーチューリップはチューリップのような愛らしいニュートラルピンク。03ミスティーライラックはふんわりと柔らかなライラックをイメージした透明感のあるパープル。04ドレストピオニーは甘い印象のピオニーのような青みピンク。05ミューテッドダリアは大輪のダリアのように魅力的なレッドベージュ。そして06メローラナンキュラスはラナンキュラスのように可憐なコーラルベージュ。フラワークチュールメイクアップパフ、マシュマロのように柔らかな肌当たり、自然で美しい仕上がりを叶えるメイクアップパフ。それではまずは全6色をそれぞれ半眼ずつにチークブラシと専用のパフで塗り比べてみて、カラーや質感にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。まずは01のデイジーアプリコットです。こちら側半分には小箱のチークブラシ D を使って塗っていきます。2色を混ぜ合わせて、頬の中心から高い位置に向かってふんわりと塗っていきます。手元で見た時も特に01番から03番までのカラーはかなり発色が淡いなと思っていましたが、頬にのせてもこんな感じで、一度薄くのせた時点だと発色はかなりナチュラルなので、チークのカラー調整が苦手という方にも使いやすそうです。もう少ししっかりと発色させていきます。重ねていっても一気にカラーがドンとついてしまうことがないので、ふんわりと柔らかいニュアンスのカラーを楽しめてとても可愛いです。はい、01番のアプリコットデイジー。まずはこちら側半分にチークブラシを使って塗ってみました。チークブラシにしっかりとカラーを取って何度か塗り重ねてみましたが、こんな感じで、やはり発色はかなりナチュラルでした。しっかりと血色感を出すチークというよりも、ふんわりとニュアンス程度に発色させたいという方に特におすすめです。そして近くで見てもこんな感じで、ノンパールタイプという記載の通り、パールやラメのきらめきなどは全く感じないふんわりと柔らかい粉質だったので、ツヤタイプのチークを使うと毛穴や凹凸が気になってしまうという方にも安心して使いやすそうです。粉質はとても軽くてふんわりとしているので、優秀なルーズパウダーのような感覚で使えます。粉質がとてもいいので、チークで気になる毛穴や凹凸をさらにカバーしてくれている感じもします。それでは反対側には専用のパフを使って塗ってみたいと思います。パフの上半分に明るいカラー、下半分に高発色な部分が来るように横にスライドさせて取って、そのまま横に滑らせるように乗せていくのが推奨だそうです。やはりパフを使うとブラシ塗りの時よりもしっかりとカラーが乗りますね。とても肌当たりがいいパフなので使いやすいです。はい、こちら側半分には同時発売の専用パフを使って塗ってみました。ブラシ塗りとパフ塗り、どちらも仕上がりに関してはそこまで大きな違いはなく、近くで見てもこんな感じで
パフ塗りをしても綺麗に毛穴や凹凸をカバーしてくれていて、パールやラメの艶めきなどは感じないふんわりと柔らかな肌印象に仕上がっています。ただブラシを使って3、4回しっかりと塗り重ねた時の発色をパフ塗りだと一度で叶えられるといった感じの違いはあったので、メイクを手早く済ませたいという方にはこちらの専用パフもとてもおすすめなんじゃないかなと思いました。かなり厚みがあって弾力があるタイプなので、力を入れずに横にスッと軽くスライドさせれば、下に塗っているベースメイクがよれてしまうことなく、綺麗にムラなくグラデーションをつけることができました。そしてこちらの01アプリコットデイジーのカラーは、ほんのりと黄身のニュアンスを感じるような明るめの柔らかいピンクといった発色で、自然な肌への馴染み感もありつつ、透明感も両立してくれるような印象でした。アプリコットカラーというよりも、ほんのり柔らかいピンクカラーといったニュアンスに仕上がっています。それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて02のベビーチューリップです。こちらも一度塗りではこんな感じで、02と同様かなりナチュラルですね。ただ上の部分がパープル系の明るめカラーになっているので、自然なハイライトを塗った時のような透明感が一気にアップします。パフでも塗ってみます。パフ塗りをしてもやはりかなりナチュラルですが、こちらの方がよりパープルの透明感がわかりやすいと思います。はい、02のベビーチューリップ。こちら側にブラシ塗り、反対側にパフ塗りをして仕上げてみました。やはり02もパフ塗りとブラシ塗りでカラーや質感に違いは出ませんでしたが、一度塗りの時点での発色の差を感じることができました。こちらも01と同じくノンパールタイプなので、近くで見ても毛穴や凹凸を感じさせないフラットな肌に仕上げてくれていますが、チークの上の部分にこんな感じで少しパープルのニュアンスを感じるような明るめのピンクカラーが入っているので、このカラーがハイライトの役割をしてくれていて、パールやラメではなくカラーで自然な発光感を出してくれているような明るく透明感のある肌に見せてくれています。下の部分はほんのりと柔らかい血色を感じるようなニュートラルなピンクなので、ニュートラルなピンクと青み寄りのハイライトカラーで絶妙なニュアンスの頬に仕上げてくれます。こちらも発色はかなり淡いですが、とても可愛いです。続いて03ミスティライラックです。ミスティライラックは全6色の中でも特に注目度の高いカラーですよね。頬の上にのせるとこんな感じで血色感が出るというよりも肌に透明感を与えてくれるようなタイプです。パフ塗りでもブラシ塗りと同様かなり自然ですね。はい、03ミスティライラック。こちら側にブラシ塗り、反対側にパフ塗りで仕上げてみました。ミスティライラックのカラーは上下ともに血色感のあるチークカラーというよりも透明感抜群のハイライトカラーといった配色だったので、どんな感じに発色するのかなと思いましたが、ブラシ塗りもパフ塗りも意外としっかりと肌の上にカラーが乗ってくれました。青み寄りのパープルカラーを肌の上でもしっかりと楽しむことができたので、ハイライト使いというよりも元々の頬の血色感を自然に抑えたいという方や、他のチークカラーと組み合わせてニュアンサーとして使うのにとても向いているカラーなんじゃないかなと思いました。お手持ちのチークの上に重ねて使っても可愛いかなと思いますが、こちらのチークには毛穴や凹凸をフラットに整えてくれるような効果もあるので、03番をベースに仕込んでおいて上から血色感のあるチークを重ねるのもすごくいいんじゃないかなと思います。また、アイシャドウやチークに血色感のあるカラーを持ってきた時に全体的にバランスを取るのに、この03のカラーのみを単色でチークとして使うのもすごく素敵だと思います。いろいろな使い方ができそうでいいですね。こちら側の頬にパステルペタルブラシの03をベースに塗って、上から大粒のパールが艶めくメルティシマーブラシの03を重ねてみました。メルティシマーブラシは大粒のパールの効果でツヤツヤな頬を演出してくれますが、その分どうしても毛穴や凹凸が気になりやすいタイプでしたが、ベースにパステルペタルブラシを仕込むことでこんな感じでしっかりとパールの艶めきや立体感は感じつつ、毛穴や凹凸が気にならないようなフラットな肌を保ってくれています。
カラーとしても少しコーラルのニュアンスを感じるような血色感になるタイプですが、パープルを仕込むことで程よい透明感が出てとても可愛いです。こちらの2つの組み合わせ、とてもおすすめだなと思います。続いて04ドレストピオニーです。04以降は01から03よりもしっかりと発色するような印象でしたが、やはり頬の上に乗せてもこんな感じで柔らかいニュアンスではありますが、しっかりとカラーも楽しめますね。パフ塗りをするとよりしっかりとカラーが乗る感じがわかりやすいです。はい、04のドレストピオニー、こちら側にブラシ塗り、反対側にパフ塗りで仕上げてみました。01から03の柔らかいニュアンスカラーといった印象の発色よりも、しっかりと血色が出ている感じがわかりやすいと思います。ただ質感は変わらずノンパールタイプなので、近くで見ても毛穴や凹凸を気にせずに綺麗に仕上がってくれています。カラー説明の通り、青みを感じるピンクカラーがしっかりと発色するので、可愛らしく透明感のある印象に見せたいという時におすすめです。青みによっていますが、発色がしっかりとしている分、白浮きしないところもジルスチュアートらしい使いやすい色出しだなと思います。続いて05ミューテッドダリアです。こちらもカラーのニュアンスはかなりナチュラルですが、やはり先ほどの04と同様、少し発色がしっかりとしている感じがします。はい、05ミューテッドダリア。こちら側はブラシ塗り、反対側はパフ塗りで仕上げています。05番はカラーを見る感じ、こんな感じで、01とかなりニュアンスが似ているなというふうに思いましたが、05の方が一塗りでもしっかりと頬に血色を与えつつもヌーディーな印象に仕上がる、まさにカラー説明通りのレッドベージュ系のニュアンス。01の方が少し黄身を感じるような柔らかなピンクといった違いがありました。他のカラーと同様、ふんわりと柔らかい印象が強いですが、絶妙なヌーディー感で自然に骨格を引き締めてくれるような効果もあります。柔らかいヌーディーカラーのチークをお探しの方にぴったりです。それでは最後、06のメローラナンキュラスです。こちらもヌーディー系のカラーですが、やはり発色がしっかりとしている感じがします。一塗りでも頬にカラーがついたのがわかりやすいです。はい、06のメローラナンキュラス。こちら側にブラシ塗り、反対側にパフ塗りで仕上げてみました。カラー自体は説明通りのコーラルベージュに発色したので、かなり馴染みはいいですが、やはり01から03と比較をすると、一塗りでもしっかりとカラーが頬に乗る感じがしたので、チークとしての血色感や立体感の役割も与えつつ、柔らかく肌に溶け込む感じがとても絶妙だなと思いました。だいたいいつも標準色くらいのファンデーションを使用する私の肌の上でも結構しっかりと陰影がついたので、元々の肌の色が明るめの方にはさらにしっかりと骨格を引き締めてくれるような効果を得られるんじゃないかなと思います。ただこういったカラーなのに絶妙なふんわり感と透明感を残してくれるところがさすがだなと思います。全6色それぞれ比較するとこんな感じの違いです。全体的に発色はかなりナチュラルで淡めなので、チークのカラー調整が苦手という方や血色を抑えたいという方におすすめのアイテムだなと思いました。はい、ではこんな感じで4月5日発売、ジルスチャートビューティーの新作チークパステルペタルブラシを全色レビューしていきました。全体的に発色はかなりナチュラルでふんわりとしたニュアンスだったので、しっかりと血色感を出したいという時よりも、チークで全体のバランスを整えたい時や、チークのカラー調整が苦手という方に特におすすめなんじゃないかなと思いました。カラーやニュアンスの可愛さはもちろん、粉質がかなり優秀で、重ねていくことに毛穴や凹凸をフラットに整えてくれる感じがとても綺麗でした。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。